通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、女子スポーツ競技からの話題になります。先日ですね、成分化疾患が公表されております、とあるスポーツ選手が起こしていた裁判に判決が下されました。この判決がですね、また物議を醸しそうなものだったというんですね。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、先日ですね、もうまさにね、こちらに見えております、キャスター・セメンヤという成分化疾患が公表されております、女子選手ですね。この方が起こしていた裁判に、一つの判決が下されました。で、この成分化疾患といえばですよ、先日もね、こちらの動画でお伝えしましたが、パリ五輪でね、金メダリストとなりました、イマネ・ケリフ選手。この方もね、結局のところは DSD、成分化疾患じゃないかと、こういう疑いが持たれているんですね。その点で言うと、今回の判決というのはね、かなりタイムリーなものなのかなというように思います。こちらガーディアンですね。ざっと概要を見ていきたいと思います。南アフリカの陸上選手、キャスター・セメンヤは、陸上競技に出場するために、テストステロン値を下げることを求められた規則に異議を唱えた。この判決は、2度のオリンピック金メダリストであるセメンヤによる、並外れた法廷闘争の最新の展開となった。ということでね、ここで起こされた裁判というのは何だったのかと言いますと、こちらね、見えております。南アフリカの陸上選手、キャスター・セメンヤ選手。この方はね、もうすでに成分化疾患、DSD と診断されているんですね。そして、2012年と2016年のオリンピック800メートルで金メダルを獲得しています。でね、2016年、これね、大変なことになりました。2度のオリンピック覇者であるセメンヤは、5アルファ還元酵素欠損症と呼ばれる状態を抱えており、これは複数ある成分化疾患の一つである。つまり、南アフリカ出身の彼女は、男性の XY 染色体を持ち、男性レベルのテストステロンを生成している。これにより、筋肉量、酸素摂取量、筋力といった面で、一般的な女性に対して、顕著な運動能力の優位性をもたらす。そしてその優位性はまさに一目瞭然だった。2016年のリオ五輪の女子800メートル決勝で表彰台を独占したのが金メダルセメンヤ、銀メダルフランシーヌ・ニヨンサバ、銅メダルマーガレット・ワンブイといういずれも XY 染色体を持つ DSD アスリートだったのだ。ということでね、こちら非常に象徴的な写真となっておりますが、これね、2016年のリオ五輪の女子800メートルですね。ここ真ん中に見えておりますのが今回話題になっています、キャスター・セメンヤ選手。でこの方はもう公的にね、この DSD であるということが確認されています。そして銀メダルのニヨンサバ選手。この選手もですね、成分化疾患であるということが発覚しておりまして、それがね、こちら AP に書かれているんですが、ブルンジ出身のニヨンサバは、これ東アフリカですね。女子800メートルでオリンピックと世界選手権の元銀メダリストだが、成分化疾患として知られる。インターセックスの状態を持つアスリートを対象とした規則により、その種目への出場を禁じられたと。で、さらにこちら、銅メダルのね、マーガレット・ワンブイ選手。この方も成分化疾患だったんですよ。つまり、この時に表彰台に上がった3人、全員成分化疾患だったんです。これが物議を醸さないわけないですよね。ちなみに表彰台、英語で何でしたっけ？先日勉強したばかりですね。これ、ポーリアムと言います。この時のポーリアムは、全員 DSD だったと、このようになったんですね。こちら日本語の With ニュースさんですね。スポーツ競技、翻弄される成分化疾患。8月20日、南アフリカのキャスター・セメンヤ選手は、女子800メートルを1分55秒28で走り切り、金メダルを獲得した。この時6位に終わったのが、英国を代表したリンジー・シャープ選手だ。競技終了後、シャープ選手は BBC のインタビューの中で、涙ながらにこう述べた。テストステロンの値が高い女性選手たちと競うのは本当に辛かった。シャープ選手がセメンヤ選手や2位のブルンジ代表フランシーヌ・ニヨンサバ、3位のケニア代表マーガレット・ワンブイ選手を指しているのは明白だった。3人とも男性か女性かを判定する性別検査を受けたことがあるからだ。昨年7月以前は競技に有利と見られるテストステロンが過剰な女性選手は抑制剤を摂取するなどの規制があったが、ここです。これが撤廃されたことで勝つのがとても難しくなった。ベストを尽くしたのにとシャープ選手は続けた。ということでね、まさにこのシャープ選手はこのことを言っているわけですが、先ほどありました。ここね、テストステロンを抑制するという規則があったのに、これが撤廃されたことでこういった事態になってしまったんだと、こう言っているんですね。で、これが大騒動となりまして、この後、2019年ですね、世界陸連が DSD の規制を正式に導入します。これにより、ホルモンの抑制が義務化されたんですね。なんですが、これにですね、当事者たちは猛反対しました。こちらロイター2021年の記事ですね。しかし、セメンヤや2016年の他のメダリストであるブルンジのフランシーヌ・ニヨンサバ、ケニアのマーガレット・ワンブイといった多くの女性たちは、自分の体の構造を変えるための薬物や手術を受けることを拒否している。ということで、これを人権侵害だと訴えていたのが今回の裁判だったというわけです。
そして今回このような判決が出ました。キャスター・セメンヤが控訴で勝訴。しかし、ホルモンのサプレッションなしでは女子種目には出場できず。ということでこちらですね、サプレッションとあります。こちらが本日のキーワードになります。Suppression. 何かが現れたり、表現されたり、機能したりするのを防ぐ行為。ということでこちらね、サプレッションというのは抑制という意味になるんですね。で、今回はですね、こちら、記事からの単語になりますので、若干ね、フォーマルかなというような気はしますね。抑えるという意味では、例えば、lower とか bowling の方が、一般的な会話では使われやすいのかなという印象ですが、報道なんかではね、こちらのワードが使われるんじゃないかなと思います。こちらは、抑制という意味になります。ということで、こちらは、キャスター・セメンヤが控訴で勝訴。しかし、ホルモン抑制なしでは女子種目に出場できず。ということで、今回ですね、この裁判、キャスター・セメンヤ選手の訴えというのが認められました。全てではないですけどね。オリンピックの金メダリスト、キャスター・セメンヤは、女子陸上競技におけるテストステロン値の制限をめぐる世界陸連との長年の争いの中で木曜日、部分的な法的勝訴を収めた。欧州人権裁判所は15対2でセメンヤの訴えを支持。スイスの裁判所が彼女の控訴を適切に審理していなかったと認定した。しかしこの判決によってインターセックスの状態にある選手に対し女子種目に出場するために医療的にテストステロン値を下げることを求める世界陸連の規則が覆るわけではない。ということでね、ここでは何を言っているかというと、今回はね、人権の話なんですね。このルールが違法だとか違憲だとか、そういった話ではないんです。2019年、世界陸連は規則を変更し、すべての DSD 選手に対して、女子の中距離種目に出場するためには、テストステロン値を抑えることを義務付けた。それ以来、セメンヤは、ホルモン抑制薬の服用を繰り返し拒否しており、その結果、オリンピックを含むエリートレベルの大会に出場する資格を失っている。34歳の彼女は自身に部分的に男性的な身体的特徴があることを決して否定していない。実際2023年のインタビューでは体内に精巣があるからといって私は女でなくなるわけではないと語っている。スポーツ仲裁裁判所とスイス連邦裁判所での法的争いに敗れた後、セメンヤは欧州人権裁判所に訴えを起こしていた。今回最新の控訴では世界陸連の規則の科学的根拠を争点にはせず、人権侵害の疑いとスイスの裁判所やセメンヤの尊厳、健康、プライバシーを守らなかったという主張に焦点が当てられた。セメンヤは最近記者に対してこう語っている。これはもう人権の戦いなんだ。競技に出ることじゃない。アスリートの権利を最優先にすること。アスリートを守るということなんだ。欧州人権裁判所はセメンヤの主張を支持し、判決の中でスイス連邦裁判所は厳格な司法審理を行っておらず、これらの訴えを審理するのはスイスの管轄には含まれないと認定した。そしてこちらですね。セメンヤのホームチームは今回の裁判を前進の一歩として歓迎。しかし今後さらに法的措置が取られ、世界陸連の規則そのものが覆されない限り、セメンヤはテストステロンの要件に従わなければ女子種目への出場は認められないままである。それでも今回の判決はセメンヤがこの要件そのものに対して再び異議を唱える道を開く可能性があり、オリンピックにおける DSD 選手の扱いをめぐって新たな論争の火種となるかもしれない。ということで、今回はですね、人権云々の話をしているんですが、目的はね、やっぱりここですよ。直接ね、この世界陸連の主張というのを争うのではなく、これにより自分の尊厳が傷つけられたという主張をすることによって、議論を促して、その上で再び、この世界陸連のルールにメスを入れていこうという動きには見えますよね。実際、セメンヤ選手のホームチームは、この結果に満足していますというよりは、前進したと言っているというわけなんですね。こちら、南アフリカのニュースアカウントですね。速報。南アフリカのキャスター・セメンヤが欧州人権裁判所で勝訴。ここね、コミュニティノートついておりますが、一部勝訴ですよということが書かれています。おめでとう。でも、キャスターがあの時間を取り戻すことはできません。それでも男だ。キャスターに対してやったことは本当に恥ずべき行為だ。彼女は自身の陸上人生において極めて重要だったかもしれない4年間を無駄にされたとして、スポーツ団体を相手に法的措置を取るべきだ。彼女の失われた時間を補填しなければならない。それは男だ。こちらキャスター・セメンヤ選手本人いますね。ここまさに裁判所ですが、今回の結果を報告していると。おめでとうございます。これで再びトラックに戻って競技に参加できるようになったということですか。そういうわけではないということですね。彼女は全ての困難の中であなたのそばにいてくれた。あなたは本当に幸福だ。このね、キャスター・セメンヤ選手、レズビアンを公表しておりまして、妻がいるんですね。そのことを言っています。正義のために戦うあなたの姿に敬意を表します。あなたは人間の尊厳のために戦っている。黒人女性に対する憎悪や人種差別と戦っている。あなたは戦士だ。そして諦めないあなたは正しい。国際陸上連盟は恥を知るべきだ。はい、ということで本日はですね、以前から大変物議を醸しておりましたキャスター・セメンヤ選手が起こしていた訴えに判決が出まして、一部勝訴したものの現状世界陸連の規則は覆されていないという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。
さあ、どうですか？これね、現在ネットでも様々な議論がされているんですが、もう一つの大きな特徴として、キャスター・セメンヤ選手の権利というのは声高に訴えられているんですが、こちら側ですね、その他の女性選手の権利というのは、ほとんど誰も言及していないというような状況ですね。で、ここにはね、一つの大きな理由があると思っていまして、先ほど X の反応をね、見ていただきましたが、ちょっとね、異様でしょ？というのもこのセメンヤ選手というのは黒人女性であり疾患を抱えていてレズビアンなんですね。いろんな属性が載ってるんですよ。ですのでこの話題というのが黒人女性への差別にすり替わっていたり、このカップルというのを妙に称賛するリプライというのも結構多いんですね。つまりそういった思想を持つ人たちのおみこしのような存在になってしまっておりまして、本来であればこれは女性選手の権利と性分化疾患のアスリートの権利をどのように折り合いをつけましょうかという議論にならなきゃいけないんでしょ。これがね、全く議論されてないんですね。だからこれはね、もう本当にややこしい問題だなと、このようにネットの反応を見てても思いましたね。この女子スポーツにおける性分化疾患の問題というのはまだまだ物議を醸していきそうですね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか？ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。